よ。はい、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アビバノノ。ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバ、アビバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。ねえ、今、私の左側にいるのが、白茶のゆりさん。右側にいるのが、チャトラのまさるくん。画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、白黒のくたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。抹茶はフリーズしてる。生きてた。よかったよ。はい。ゆりたんは、おしっこしてすっきりしてな。私の真後ろに行かないでちょうだい。はい。ゆりたんでございます。ぐーちゃんどこにいたんだ？皆様こんばんは。私はしろちゃんのゆりさんです。かわいいでしょ？よろしくお願いいたします。では、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピカピカ光っていて、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。なんだよ、怖いのかよ。いつも興味津々で覗いてるくせにな。今日も塩入りさゆでございますよ。ぐーちゃんは空のお皿をなめなめしてたのかな。今日はゆりさんとぐーちゃんの役割が、逆転した感じ。はい、ぐーちゃんでございますよ。うん。
満足したかい？よかったね。ヨンさん、積極的にジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ゆりさん、かわいいね。たけしとは真逆の色白のゆりさんでございました。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。カニタンさん、ジャスティス。ありがとうございます。決めポーズ。ぐーちゃん、かわいいな。はい。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。たぬこうさぎさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、今日は平日だったんだっけ？なんかね、今日の方のが土曜日っぽい感じがしたけど、今日は平日だったんだよな。だから、だけど、ゴミ捨てはなかったんだよな。で、一応農協行ったのか。一応農協行ったけれども、今日も冬瓜と小松菜と250円の柿だったので、何も買わずに帰ってきましたっていう感じな。ぐっちゃ入らないのか。なんだ。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。で、あと何してたんだっけ？今日晴れだったんだっけ？今日暖かかったんだっけ？あ、そう。で、今日はね、杉薬局のクーポンがね、いろいろと出てたわけよ。今日限定で1000円以上買い物すると、なんだっけ、ブラックフライデーで、何ポイントだ？黒か。黒だから、96ポイントもらえるとかっていうやつと、あとは15%引きのね、クーポンが2つ出てたんで、これはね、行くしかないと思って、今日はお客さん来てたわけよね。今日は朝からお客さん来てたんだけど、夕方までだったんでね、お客さん帰った後にサクッと杉薬局に行ってカセットガスをね、買いに行ったわけよね。で、カセットガスな、しばらく杉薬局行ってなかったからさ、値上がりしてなかったらいいなと思ってね、値上がりしてたらどうしようとか思いながら、まあでも一番必要なのはカセットガスよねと思って、とにかくカセットガスは買わなきゃなと思って、でも値上がりしてたらどうしようって思いながら、まあ15%引きが2つあるから、今日は買うだろうと思ってね、行ってきたんだよね。そしたらね、全然値上がりしてなかったんだよ。杉薬局はまだね。ああ、よかったよ、と思って。で、それで2つ買って、で、1000円以上だろうと思ってさ。1000円以上だからな。あとなんかだから3つ買ってもいいんだけど、3つ買うと、なんかさすがに重いっていうのかな。なので、なんか必要なものあったっけなと思ったんだけどさ、封筒メルカリとかでさ、売れた時にね、送る封筒があるんだけど、まあ、それがね、在庫が少なくなってたんだよ。で、あ、そうだ、封筒買わなきゃいけなかったんだと思って封筒買って、それでちょうど1000円ぐらいかなと思ってね、ただまあ割引されるからちょっと微妙。ちょっと微妙なんだけど、ギリギリ1000円ぐらいだろうと思って。で、レジ行ったらさ、全然970円で足りねえと思ってね、どうしようと思って。で、レジ周りにさ、なんだっけ、甘栗あるわけよね。で、あ、甘栗あったよなと思ってね、甘栗これね、いいぞと思って、それをさ、買って、で、ようやく1000ちょいぐらいだったんだよね。でね、だから、よかったよっていう感じで、買い物して、で、帰ってきたんだけど、ただその甘栗もさ、値上がりしてるだろうし、で、割引効いてないじゃんか、クーポン使ってないから。だから結局いくらだったんだと思ってさ、家帰ってきてからさ、見たんだけど、なんかグラム数も多分ね、相当減ってるんじゃねっていう感じなんだよね。なんかもうちょっと前入ってなかったっけか？なんか70グラムぐらいは入ってなかったっけかっていう感じだったんだけど、なんかね、40グラムぐらい、40グラムだったかなになってて、で、あれ、
多分減ってるよな、これっていうやつ。で、値段が前はね、78円かなんかだったんだよね。それがさ、今日95円だったんだよね。おお。なんだ、甘栗いいわと思って買ったけどさ、ちょっと割高だったかなと思って、もうこれだったら封筒と甘栗買わないでカセットガス3個買えばよかったよと思いつつな、まあいいわと思って、必要なものを買えたし、なんかお得感あったし、なんか良かったわと思って今日はね、いいお買い物したわっていう感じで。まあ、買い物自体はまあ良かったんだけどさ、ずっと待ってたな。2週間ぐらいずっと待ってたペットじゃない、ベッドテントな。ベッドテントがさ、今日さ、なんかキャンセルされて、なんか荷物紛失したとか言って、えと思ってさ、荷物紛失したからキャンセルね、みたいな感じでさ、今まだあったかいからいいけど、今日はまだあったかいからいいけどさ、また明日からね、気温下がったりとかすんでしょうと思ってさ、なんか本格的に寒くなる前にね、届いてくれて、で、どこに置くかね、ちょっと決定したかったんだけどと思いながら、荷物紛失したのでね、返金するからキャンセルしますっつってキャンセルされたわけよね。でもキャンセルされたよと思ってさ、どうすっかなと思って、どうすっかなと思ってね、ただまあね、きっとこれは、まあ、もっといいものがあるから、これじゃねえよっていうことなんだろうなと思って、なんか他の変えようとかね、なんかそういうことなのかなと思ってさ、他のとご縁があるよみたいな、そういうことかなと思ってね、もう一回ベッドテント、なんかあれさ、なんだっけ、えっと、テレワークテントとかってなんか言うみたいなんだよね。だからいろいろとさ、なんとかテントでさ、検索変えて探してみたわけよね。でさ、あ、そうだ、今日あれだ、ブラックフライデーだと思ってね。だから安く買えるかしらと思って。ただまあ結局、まあ購入したんだけどもさ、購入したのは全然ブラックフライデー関係なかったやつなんだけど、だからあんまりね、安く買えたっていうわけでもないんだけど、まあそんなね、言うほど、どうしたどうしたのはい、大丈夫ですかたまちゃんはね、大丈夫おいで。来ないのね。はい。で、そう、ブラックフライデー関係なくて、でね、そもそも買ったやつはさ、いろいろとさ、クーポン使ったり、ポイント使ったりして、結局総額1500、600円ぐらい払って、みたいな感じだったのがキャンセルされちゃったんでさ、でね、それは普通に、まあ、それも結局、持ってるポイントとか、全部使ってな。で、まあ、3500円ぐらい支払って、新しいの買ったんだけど、まあ、それの方のが良かったなと思って、前のやつはさ、ポップアップテントっていうの広げてさ、で、広げるまではまあ簡単でいいんだけどさ、その後あれさ、閉じれないじゃんか。にゃんこのベッドも本当は、あれね、畳めるはずなんだけど、なんかにゃんこは上手に畳むんだけど、あれをさ、なんでにゃんこ畳めるんだっていうね、不思議な現象が起きるんだけどさ、にゃんこ上手に畳むんだけど、あれ私畳めないのよね。だからあの大きさで畳めないんだからさ、もうね、ベッドの大きさになっちゃったやつなんか、絶対これ一人で畳めないよねと思ったから、だから届いたら届いたで、これずっとね、開きっぱでね、もう一生これ使い続けるしかないなと思ってたんだけどね。まあ、そうじゃなくなったんで、で、買った後にさ、あれやっぱりなんか底がないやつが良かったなって思ったんだよね。底がない方のがほら、かぶせるだけでいいからさ、ね、移動しやすいじゃん。中にね、敷き詰めなきゃいけないやつだと、いちいちね、出したり入れたりしなきゃならないから、
かぶせるだけのやつがいいなと思って、底がないやつがいいなって思ってたんだけど、キャンセルされたんで、じゃあ、底がないやつ探そうと思って、でもあるかなと思ってさ、探してたらさ、あったわけよね。で、色もさ、そのさ、テレワークテントっていうやつにしちゃうとさ、黒いんだよね。黒いとさ、暗いしさ、寒いじゃん、見た目にさ。寒いからね、テントの中に入りたいよと思ってんのにさ、見た目に寒いのじゃさ、その青とかじゃあさあって思ったわけよね。で、ほら、キャンセルしたやつは白いテントだったわけよ。だから白いのだったらね、見た目に寒くないし、明るいし、いいわと思ったんだけどさ、と思ってね。で、黒いのじゃと、ちょっとね、なんていうふうに思ってたんだけど、そのポップアップテントじゃなくって、なんかね、組み立てるやつ。だから最初ね、組み立てるのは、まあ、めんどくさいかもしれないんだけど、そこもついてないんでね、蚊帳みたいっていうのかな、かぶせるだけでいいから、移動とかもね、楽だし、で、畳めるんだって、それがさ。だから折りたためるっていうの？折りたためるんで、だから掃除する時とか、畳めばいいだけなんで楽だよみたいなことが書かれてて、そりゃいいな。そっか、畳めるんだと思って、そりゃいいわと思ってね。で、色もさ、淡い色で、なんだ、暖房暖房テントっていうのかな？うん、室内テント、暖房テントだった気がする。だと、なんかその底がないやつね、もう、家ん中で使うよっていう前提なんで、底がないやつでね。で、色も淡い色、その太陽の光にね、強いとかっていうの関係なくっていう感じなんで、淡い色のがあったんで、これならね、寒々しくなくね、部屋ん中ね、に置いても、いい感じで気分よく過ごせそうで、こりゃいいぞと思ってね。ちょっとこれはお気に入りだぞと思ったんで、だからいいかと思って、値段だけ見るとね、もっと安いのもね、ブラックフライデー限定みたいなあったりとかすんだけど、やっぱりなんかね、黒かったりとか、ちょっとね、その要望に合ってないんで、これからずっと使うわけだからね、だったら気に入ったものの方がいいからね、と思ってね、今日はブラックフライデーで私はベッドテントな、買い替え買い替えっていうのかな。新しく、違うやつを、購入しましたよっていうね、お買い物のご報告でございました。ピヨンさんの今日ウィンドウショッピング。てんたまさん、カニタンさん、デザフェス動画拝見しました。フェスの様子がとても分かってよかったです。ピヨンさん、デザフェスお疲れ様でした。ゆりくわもめ言ってて大丈夫、お疲れのようでしたね。てんたまさん、ほのざま、このざまですか。ポップアップテント畳むの難しいですよね。多分難しいと思うんだよ。あのサイズでさ、だから洗濯したいなと思って畳みたいなって思ったんだけど、畳めなかったわけよね。で、諦めてさ、水かけてベランダで水かけて、で、干してみたいな感じでさ、過ごしてんだけど、だから、あの大きさだからね、ベランダで洗うってこともできるけどさ、そんなベッドの大きさな、人間のね、大人の大きさのベッドの大きさのテントは畳めねえよなと思ってさ、だからね、海とか行くとさ、日陰ないんでね、それでポップアップテントを持ってってさ、楽しんでるね、家族見ると、いいなとかって思うんだけどさ、あれ畳めないよね、しかしと思ってさ、ちょっと導入できないでいるのよね、畳むこと考えるとさ。ビヨンさん、よく運動会で使われているテントを見たいな、ことですか？運動会で使われてるテント。自治体じゃないのか、先生方とかが
いる感じのところのテントなのか？カニタンさん、てんたまさん、ありがとうございます。てんたまさん、ちなみに、このざまとは、商品を Amazon で購入した商品が届かず、到着が遅延したり、しまいにはキャンセルされてしまう、えー恐怖の現象です。あ、このざまっていう言葉があるんだ。そりゃ知らんかったけど、そういうことだね。全然商品が届かないで、しまいにはキャンセルして、されてしまったので、まあ、それのおかげでもっといいものをね、購入することができたので、助かったよっていう感じでございました。てんたまさん、Amazon OK を反対から読んで、このざま、あ、そうなんだね。へえ。カニタンさん、なるほどね。全然知らなかったね。そう、全然知らない言葉がさ、最近いっぱいあるみたいでな。なんかね、ディズニーの、賞味期限じゃなくてなんだ著作権の賞味期限が切れてるやつにさ、アフレコしてる人がいるんだよね。で、それがさ、面白いんでさ、時々見たりすることがあるんだけど、まあ、それでさ、全然、最近のギャル語っていうのかなに、ついていけないっていうね。なんか、白雪姫とかっていう、あの、なんだ、アフレコをしてる人がいてさ、もうほんと知らない言葉ばっかり出てくるんでさ、すげえなと思って、全然わかんない言葉ばっかりだよと思ってな、世の中そんなことになってるんだなと思ってさ。でね、なんかヤフーニュースかなんか見てもさ、芸能人でもさ、なんか誰々が結婚だとかさ、なんか言われても、誰全然わかんないみたいなね、感じなんだよね。吉井さん。ピヨンさん、ポップアップテントは広げるとき勝手に出来上がるテントのことみたいです。そうだね。だから広げるときはまあいいんだけどさ、広げた後よね。だからこれ買っちゃったらもうね、ずっと使い続けるしかない。広げたまんまね、収納するってことはしないでね。もうね、使うしかないって思ってたんだよね。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。ピヨンさん、ヨッシーさん、ご説明ありがとう。そういえば、探偵ナイトスクープでやってた。へえ、そうなんだ。てんたまさん、大吉さん、こんばんはね。だから軽くてね、広げるの楽だからさ、簡易的にお外でね、過ごすのにね、日差し避けたり、風避けたりとかね、できるから、いいよなとは思うんだけど、しまえないよね。しまえないよねって思うんでね、なかなかちょっと導入できない感じでございますよ。で、あとは今日は食べ物の話な。食べ物の話で、今日はね、夜ね、なんかゆかりご飯が食べたくなったんだよね。で、今日はご飯炊く用意をしてなかったんでさ、で、まあね、賞味期限切れのパックご飯、レンチンするご飯があるから、あ、そうだ、それにゆかりはね、備蓄であるからさ、それも確か賞味期限切れだったっけかって思うから、じゃあそれ使っちゃえばいいかと思ってね、それにゆかりご飯にしてね、食べようと思ったんだけど、ただゆかりご飯と、ゆかりご飯と、えっとね、カレーうどんが食べたくなったんだ、今日はね。ゆかりご飯とカレーうどんが食べたいって出てきたわけよ。2つかと思ってさ。
カレーうどんもかと思ってな。まあ、ひとまずご飯とゆかりはあるから、それでゆかりご飯は食べれるわって思って、で、夜ね、ゆかりご飯を食べたんだけど、まあ、それは美味しく食べたから、まあ、良かったんだけどね。まだ足りないな、やっぱりな。ってことはカレーうどん？カレーうどんどうしようかっていう風に思ってね、カレーうどんなと思って、じゃあ、あれだ、一玉だけのうどん買ってきて、で、まあ、カレースープかなんか作って、で、それで食べようかって一瞬思ったんだけど、いや、今日私が求めてるカレーうどんはだしカレーだと思ってね。カレースープのカレーじゃない、だしカレーだ。ザ・カレーうどんのカレーだと思ってさ。で、カレーヌードルでもなくてな、カップうどんのカレーうどんでもなくてな、生麺の、太麺の、もちもちしてるやつで、だしの効いてるカレーだよ。それがね、食べたかったんだよね。だから、と思ってね、スーパーで散々うろうろしたわけよね。で、一玉だけのうどんを一瞬買おうかと思ったんだけど、いや、そのカレーの部分もね、作んなきゃいけないんだよっていう風に思った時にさ、なんかいろいろ結局買わなきゃならなくなるんで、そうすると出汁が今うちにないんでさ、出汁も買わなきゃいけないし、出汁取らなきゃいけないし。でね、うどん3玉のやつが国産国産小麦100%だったんだよね。で、まあ、国産小麦はまあいいんだけど、3玉買っちゃうとさ、3回ね、食べなきゃならなくなるじゃんかと思ってさ。で、小麦だしなと思って小麦あんまり摂取するのもなと思ったんでね。だからこれはちょっとやめとこうと思って。で、どうしようかなって思ったらね、で、カップうどんじゃないんだよねと思いながら見てたわけよ。カップうどんの、カレーうどんはあるのかところでと思ってさ。そしたら生麺タイプの天ぷらうどんがあったわけよ。で、へえ、そんなのあったんだと思ってさ、生麺タイプはいいぞと思って。だからこれにカレー粉入れればいいわけじゃんと思って、そりゃいいなと思ってね。まず、それが第一候補。で、あとはなんだ、冷凍のうどんあるかしらと思ったんだけど、冷凍の方には、カレーうどんはなかったんだったっけな。なんだっけな、ちゃんぽんみたいな、ラーメンみたいな、そばみたいな、そういう系で、なんかカレーではないか、でもやっぱりな。なんかちゃんぽんかなんかがあったんだっけなっていう感じで、カレーはなかったんだっけな。で、あとは、弁当のコーナーな。弁当のコーナーで、レンチンすれば食べられるみたいなやつがあったと思うんだけど、そこにはちゃんとね、カレーうどんはあったんだけど、牛肉のカレーうどんだったんで、牛はいらない。牛はさらにいらねえなと思ったんでね。どうするって思って。で、やっぱりね、カップうどんのところに置いてあった生麺タイプのやつ、それにカレー粉入れるだけでできるから、それが一番平和的で良さそうだなと思ったんでね、それを買ってきて。でね、これどうやって食べんだと思って説明書読んで。で、なんかね、お湯かけんのかなと思ったわけよね。もうなんか、熱湯をかけてって書かれてたんで、熱湯をかけるってどういうことだ？これ火にかけてね、煮込むんじゃないんかいって思ったんだけどさ、なんか謎だったんだよね、作り方がね。とにかく容器から中身を出して、で、その容器の中に線のところまでね、お湯入れて、で、そこにうどんと、で、まあね、天ぷらじゃなかった場合は、かやくも入れて、で、天ぷらの時は、
火薬は後から入れてみたいなこと書かれてて、で、そのね、お湯の中に物を入れるときに火傷しないように注意してくださいねみたいな感じで、めんどくせえなこれ。なんでと思ってね。なんか容器に全部入れてからお湯を注ぐね、線をね、書いて欲しかったよって感じでさ。どうしてそんな作りになってるんですか？これはあれか、アルミがなんだ、ケチってるからね、なんか強度が弱いからそういうことになってるんかいって思いながら、もう分かったよ。分かりましたよ、みたいな感じでね、まずはお湯を沸かして、で、その容器の中に熱湯を入れて、線のところまでな。そっからうどん入れて、で、私は天ぷらもね、とろけてる感じが好きなんでね、びしゃびしゃな感じが好きなんで、天ぷらも一緒に入れて、で、かやくも入れてっていうのかな。で、そこにカレー粉も入れて、でね、なんか具が入ってて、まあ、多少ちょっとわかめっぽいのもあったんだけど、でもちょっと野菜足んないかなと思ったんでね、また備蓄しておいたネギをさ、出してきて、そしたらそれも何気にさ、賞味期限なんか短いみたいで、もう賞味期限切れてて、あれなんだ、これも賞味期限切れてるんかいって感じでね。まあそれはアルミ袋に入ってるから、ね、で、小分けになってるから、まあ別に大丈夫そうだけどって思いながらね。まあなんだ、これも賞味期限切れてたんかっていうことが分かったんで、じゃあいいや使っちゃえっていう感じでね、ネギも入れて、でね、無事、天ぷらカレーうどんっていうのかな。天ぷらカレーうどんを作って食べました。っていう今日のご飯のね、ご報告タイムでございました。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。ぴょんさん、ゆかりご飯もいいけど、丸宮のご飯ですよ、もう大好き。ぴよんさん、丸宮じゃないみたい。失礼しました。てんたまさん、京風のカレーうどんですか？京風のカレーうどんなの？その出汁の効いたやつって。ぴよんさん、桃屋だった。てんたまさん、こちらにもカレーうどんの名店がありますが、麺のコシが強いんですよね。さすが香川だな。そうだろうな。ピヨンさん、丸宮はふりかけ美味しいよね。すき焼き大好き。てんたまさん、ピヨンさん、福岡に美味しいうどん屋さんありそうですね。ありそうですね。てんたまさん、美味しいカレーうどん屋さん。ぴょんさん、てんたまさん、博多のうどんは麺やわやわですよ。そうなんだね。まどかさんにっこり。てんたまさん、カレーうどんの麺はコシがあるより、やわい方がいいかなと。確かにね、馴染みがいいとかっていうのあるよな。てんたまさん、まどかさん、こんばんは。そうだね。だから煮込み、鍋焼きうどんだっけ？なんかそういうのはやっぱりね、なんだろう、馴染んでる感じがいい感じなのかなって思うよな。で、その麺やわやわなのが、どこだったっけ？えーっと、何うどんだったっけ？伊勢うどんだったっけ？が、やわやわらしいじゃんか。で、柔らかいのが癖になるとかっていう話で、で、それが気になってね、ずっと食べてみたいなっていうふうに思ってたんだよね。で、ずっと食べられることがなかったんだけど、たまたま近所のな、お店っていうの、近所っていうかね、地元のお店でさ、なんか別にうどん屋さんってわけじゃないんだけど、なんかお持ち帰りのお土産みたいのに、伊勢うどんがあったわけよね。なんでなんでなのみたいな感じでね、あったんで、ここでまさか手に入ると思わなかったよと思ったんでね、それ買って帰ってきたんだけど、
まあ、でも別になんかすげえ、なんか柔らかくてびっくりするみたいな衝撃みたいのはなくて、ただ、うどんだな。特になんか別に、普通にうどんだなっていう感じで、なんかね、妙に柔らかいみたいなのはなかったかなっていう印象だったんだけど、どうだろうな。作り方があれだったのかな、ダメだったのかな。下手くそだったのかな。本当はもっと柔らかく煮込むとか、なんかそういうんだったのかな。っと、コシがあるよりやわい方がいい。まどかさんこんばんは。まどかさん、パー。カニタンさん、伊勢うどんも、博多うどんも、だしが染みてうまい。あ、そうなんだ。じゃあ、同じような感じで、やわい感じなのかな。じゃあ、やわい感じっていうのは、そっか。だし染み込ませる、味染み込ませる系にいい感じなのかね。で、コシが強いのは、あれか、なんだ、つけ麺的な感じで、サラサラっと食っちまうみたいな、そういうのに向いてる感じなのかね。ピヨンさん、博多もんは、気が短いから、注文してすぐ出てくるように、麺を茹でて待ってるということらしい。ああ、そうなんだね。じゃあ、茹ですぎみたいな、そんな感じ。天玉さん、博多うどん食べてみたいですね。ね、なんかそんなジャンルがあるっていうのは知らなかったから、ちょっと興味湧いてきた感じかな。じゃあタロットカードタイムでも行くか。なんかタロットカードタイムやらないからかなんだかわかんないけど、ね、バットボタンがつくんでさ、なんかな、アンチがいるんだよな。っていうなわけで、本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、言い終わる前にストップ出てしまった。では、大輝さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お金がいっぱいでやりました。お金がいっぱいやりました。お金がいっぱいだけど逆位置。だけど逆位置。なんだろうこれ何のカードだペンタクルの10。初めて見るかなこれ。なんか人物2人いるもんね。なんか人物が1人いるのだったら、なんかね、見たことあるかなって思うんだけど、2人いてペンタクルがこんないっぱいあるのって、もしかしたら初めて見るかな。出るかな。ペンタクル、ペンタクル。あれペタクルになっちゃった。ペタクルでいっか。ペタクル10で出てくる。あ、違う。ペタクルだとなんかね、アンパンマンのなんかおもちゃ出てきた。ペタクルっていうのあるんだな。10を入力したら出てきたな。ペンタクル10、絵柄の意味、世界観。3世代の親子と2匹の犬が描かれた鮮やかな印象のカード。身につけた衣服の豪華さからもわかるように、とても裕福な家族のようです。経済的な安定は親から子へと着実に継承されています。あなたが何不自由のない生活を手に入れたとしたら、何をしてみたいですか？何、不自由ない生活を手に入れたとしたら、ねえ、何したいかな。エアコン。
エアコンつけるかな。テーマ、継承。ペンタクルの10。ペンタクルはお金や物質、現実的な考え方や、確実な行動を表す地のエレメントに属します。このことから家族が地に足をつけて、着実に富を築いてきたとわかります。数字の10はレベルアップや繁栄を意味しており、カードに書かれた富が今後さらに繁栄していくことの象徴です。ありがとうございます。また、カバラの生命の木を彷彿させる10枚のペンタクルは、経済的な安定を維持するための仕組みが完成していることを表します。ありがとうございます。老人と子供の親子。手前に書かれている老人が身につけている服はペンタクル、キングが身につけている、豪華な服にとてもよく似ており、老人は自らの力で富を築いてきたことが伺えます。奥にいる、男性が手にしているワンドは老人から受け継いだ意志を象徴している。男女は富だけでなく、経済的な安定を継続させるための考え方を老人から学び、受け継いだ。そして男女が老人から受け継いだものはやがて子供に受け継がれていく。老人が築いた富がその手法とともに脈々と継承されることを表したカード。大きな門。アーチを描く大きな門は、大アルカナの助教皇や月で描かれている二元性を示すものとは少し意味が異なります。門は聖域を示しており、3世代の家族と犬がいる場所は安全に守られた場所であることを示しています。はい。10の物語、ペンタクルはお金、現実的な考え、地のエレメント、はい。完成を意味するカバラの生命の木。一人の女性が書かれたペンタクル9は、一人で成し遂げられる限界でした。が、10は、チームや人との関わりによって豊かさが循環し、さらに繁栄していく。なるほどね。知恵の象徴である老人が築いた富と、富を継承させるための知恵やシステムは、奥にいる男女に受け継がれ、さらに繁栄をしていく。そしていずれ男女の足元にいる子供に受け継がれていく。同じ完成を意味する大アルカナの世界とは異なり、さらなる繁栄に向かって継承していく事柄を描いたカードである。はい。今日も逆位置ですね。逆位置。はい。全体。ででん。逆位置で出た場合、様々な人との関わりによって問題が生じる時期。受け継いだものをうまく活かせなかったり、過去へのこだわりが原因でバランスを崩してしまいそう。一見安定しているように見える、ルールを改めて見直す機会を作るのがおすすめです。どこかに問題が生じていないか、何か改善できることはないか、俯瞰して物事を見ることでトラブルを回避できそうです。はい。恋愛。パートナーのいる人は先の見えない関係に嫌気がさしてしまう。煮え切らない相手の態度にもやもやして喧嘩に発展。雲行きが怪しくなる。大きな喧嘩になる。お互いの思いを確認しておくのが吉。パートナーを探している人は家族の問題が原因で恋の発展にストップがかかる。家族からの反対がある。家族間できちんと話し合いをする。恋を発展させるように動く。仕事、金運。仕事では管理の行き届かない職場に嫌気がさしてしまう。プロジェクトの方向性を見失ってしまう。仕事の進め方で迷いが生じる。
なかなか先に進めることができなくなる。任された仕事に消極的にならず、前向きに取り込む。周囲からの協力を得られるかも。金は、お金の管理がずさんになって、今は大きな買い物を控えた方が良い。投資など考えている人も今は動かない方が吉。しっかりと計画を立てお金を使うようにしてみてください。はい。人間関係、家族や長い付き合いの友人関係などでトラブル、言い争いがヒートアップ、一緒に過ごすことが難しいと感じてしまう。人間関係に対してネガティブな捉え方をしてしまう。関係の改善が難しいと感じる。少し時間を置いてから話し合いの場を設けた方が良さそうです。なんだか参政党みたいだな。はい。ウェイトの解釈。え家の領域を示すアーチの下の男女。大きな門は奥にいる男女の家。全貌が見えないほど大きな門。彼らの富の象徴。その敷地内で家族がおのおの過ごしている様子。彼らは家族というチームで富を築き、老人から男女へ、男女から子供へ、その富を脈々と継承していく。正一では利益、富、家計、家族問題、家族の、居住などを意味しており、逆位置ではチャンス、危険なゲーム、強盗などを意味し、家族に経済的な問題が起こる可能性を示唆していると捉えることもできそう。家族を大切にしてチームワークを築くことで、後世に受け継ぐものを作り上げていくことの重要性をペンタクル10は示してくれているのかもしれませんね。はい、なるほどね。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会はお金がたくさんのカードだけど逆位置でした。で、まあね、一人ではこんなにね、大きくはできないよ。チームワークが必要だよ、みたいなことを言ってたカードだったのかなと思いますよ。楽しんでいただけてたら幸いでございます。サザエでございます。えーっと、スープの吸収率、どっからだ？博多うどん食べてみたい。岩国で食べた自販機のうどんも美味しかったですが、ね、自販機で売られてるおでんは美味しいんだろうか。なんかやたら黒かった気がするけどな。大輝さん、はい、ラインデリアストップ。てんたまさん、金だ、金だ。ピヨンさん、博多うどんはスープの吸収率高いから、各テーブルに、追い出しのポットがあるのです。ええ話やな。カニタンさん、マキのうどん、増え続けるよ。猫舌さんは大変です。多いね。いつまでも食べていられていいな。給食で出されたらちょっと帰れなくて困るけどな。帰宅部にね、欠席届を出さないといけなくなるな。てんたまさん、ぴよんさん、そうなんですね。追い出しがあるのは福岡のうどん屋だけでしょうね。カニタさん、ずーっと出汁を吸収するのでいいぞ。話や。てんたまさん、牧のうどん福岡では人気らしいですね。牧のうどんっていうのがあるのか。ぴよんさん、カニタンさん、てんたまさん、よくご存知で。カニタンさん、そうそう、私とヨッシーは福岡出身です。ヨッシーさん、うどんのスープは関西側と関東側で違いますが、そうだね。関西側の透明なうどんが美味しいですよねと、東京の人に言ったら、関東の濃い色のうどんが美味しいに決まっていると言われました。へえ、そうなんだ。そんな人いるんだね。
ヨッシーさん、食べ慣れたうどんが美味しいようです。まあ、そりゃそうなんだろうな。てんたまさん、ヨッシーさん、関西、東西の、出汁のこだわりありますよね。あ、ごめんごめんごめん。ね、まあ、出汁のこだわりは西の方が、こだわりがあるんじゃないのかなと思うよね。だからその色にこだわったりとかするんだと思うんだよね。てんたまさん、ヨッシーさんもカニタンさんも福岡のうどんに愛着があるのですね。あ、そうだね。ぴょんさん、そりゃそうくさ。地元のアジア圏ね。てんたまさん、自分も小学生の時は福岡に住んでいたのですが、記憶になくて、あ、そうなんだね。よしーさん、うどんの麺は柔らかいのも、コシが強いのも好きですが、そうだね。スープは関西側が好きです。まあね、出し効いてるんだったらそっちのがうまいだろうな。てんたまさん、自分もスープは関西派というか、関東でうどんを食べたことがないので、ああ、なるほどね。増え続ける牧のうどんを食べてみたいですね。そうだね。増え続けるのはいいね。それは、ずっと食べ続けていたい感じだな。そう、だから逆に、その、なんだろうな、東京のその濃い色の人が、まあ、薄い色の方は、まあ、いいっていうかさ、ね、なんだ、健康志向の人だったらそっちの方が減塩っぽいイメージ、なんか健康的なイメージとか、あとはなんだ、私の場合だと初めて食べるものを食べたいっていうのかな。食べ慣れてるものよりも、へえっていう驚きの方のが嬉しいから、別にね、その透明な汁のうどん、美味しそうだなって私は思うけどね。だって出汁効いてんでしょって。だったらうまいに決まってんじゃんみたいにさ、思ってしまうから。でね、だからその逆に色が薄い人が、その東京に来て、濃い色のうどん食べれないらしいよね。なんか黒くて、なんか怖い。これやばいんじゃないかみたいな、なんかそんな感じがして食べれないらしいんだよ。だから、ね、透明のものだと、なんか体にやばそうみたいな感じはないからさ、なんか別に食べれるんだけど、逆パターンな、その関西の人が関東の濃い色っていうのかな。まあ見慣れてるからね、東京の人は濃いとかっていう風には思わないけど、全然初めて見る人はそれがどす黒くどうやらね、映るみたいなんだよね。で、いや、これ食べんのってなるみたいで、いや、ちょっとこれは食べれないよみたいなね、ことになるらしいんだよね。で、あ、そう言われれば確かにそれはそうかもしれないなって思うんでね。だから、まあ、関西の人が関東のうどんね、食べれないよっていうのは、まあね、しょうがないのかなとは思うんだけど、だからといって、そのね、白いつゆのうどんよりもね、この黒い方のがうまいかどうかっていうのは、まあ、人それぞれなのかな。やっぱりね、食べ慣れた味が美味しいと感じる人は、そういう風に感じるだろうしね、みたいな。なんかね、そういう、そんな感じ。えーっと関西側が好き。食べてみたい。よしさん、関東のうどんは味が濃い色で、スープは全部飲まないそうです。ああ、そっか、飲むベースなんだね。よしさん、日清のどん兵衛も関西版と関東あります。あ、そっか、そんなんあったんです、そういえばね。天玉さん、そうそう、どん兵衛の関東版ありますよね。関西版と関東版っていうか、そう、だからそれだよ。関西で関東のは売れないから、なんか分かれてるっていう話だった気がしたよ。天玉さん、めったに売られてないですが、ね、売れないから、売れないからね、売ってないんだと思うよ。ね、なので分けてあるんだと思ったよ。そうそう。飲まない。スープは全部飲まないね。まあ、基本飲まない。
けど、私は飲んじゃうみたいな。たぬきうどんが好きなんだよ。天かすずるずるっていうの。天かすドロドロっつうの。あれが好きなんだよね。で、ほら、汁に全部ね、沈んじゃってんじゃん、天かすがさ。だからそれ飲まないともったいないと思って、あとネギもたっぷり入れるからさ、ネギも汁に沈んじゃってんじゃん。だからそれね、すくうのがめんどくさいんで、もういいや、全部飲んじゃえ、みたいな感じで。私は汁は飲んじゃいますけど、汁は飲み物ではありませんって、よく怒られるんでね。汁は飲まないものらしいですよってなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。で、あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。